き焼きはお好きに炊いていただいたらよろしいんですけれども、すき焼きですので、でも一応当店の炊き方というのがございまして、それを今日はさせていただこうかと思います。これ牛のどこの場所だと思います？肋骨の内側に油のたまるところがありまして、腱粘っていうんですけどね。でそこではちょっと足りないと、垂れ下がっている乳房、乳株っていうんですが、そこからも取りますね。でそれで足りないとお尻からも取ります。でおっぱいとお尻。はい、当店の炊き方はこのように下にネギを敷きまして、上にお肉を広げるように置きまして、できるだけ少なめの割り下で炊くというより焼くに近い感じでいたします。本日のお肉でございます。A の5の最高級ランクの霜降りのお肉でございます。肩ロースとリブロースとサーロインというのが背中の肉なんですね。リブロースっていうのはサーロインとつながっている部位なので、サーロインと同じようにステーキとして使用することはよくございます。じゃあ肩ロースね。このように下にネギを敷きまして、上にお肉を広げておくこの炊き方には理由が3つございます。まず1つ目はお肉がこびりつかないようにということで、2つ目はお肉のうまみがネギにしみるようにということ、3つ目は焼いたおネギが香ばしくておいしいということでございます。でちょっとしばらくこのままにしてグツグツとします。最初はね、焼くっていうのにすごく力を入れて思ってたんですけれども、やっぱりちょっとはグツグツとした方が味が入るということですね。でこの炊き方をよく皆さん関東がとか関西がとかおっしゃるんですけど、これはこの店の炊き方です。こう下にネギを敷くっていうのは珍しいですよね。昔北大路魯山人が敷きましたけども、それはもうちょっとこう立ててこう敷き詰める感じですね。で周りがテカテカと飴色になってまいりましたら、それを絡めるようにして出来上がりでございます。一回空にしてまた次炊きます。はい、2回目いきます。2回目もできるだけ少なめの割り下を入れます。次は玉ねぎを入れます。玉ねぎの上にまたお肉を広げます。今から召し上がっていただこうと思うものだけを入れて何回にも分けて調理するのが美味しく炊ける秘訣だと思っております。なるべく地場のものを使うようにしております。この玉ねぎなども三重県産、またせいぜい隣の愛知県産のものを使うように心がけております。すき焼きというのは農家の農機具のすきを鍋代わりに使ったのが発祥であって、スコップの大きなようなもので深さなど全くございませんから、焼くという感じであっただろうと思われます。その頃は日本人は肉を食べる習慣ございませんでしたので、鶏が最初だったと言われておりますけれども、でも農家の働き手の牛をこっそり食べてたかもしれませんね。玉ねぎ美味しいですよ。何を入れるかその店により本当に違いますね。3回目いきます。このように汁のない状態、焼くという感じでさせていただいております。これは本当に関東とか関西とか関係ない炊き方ですけども、皆さんおっしゃるようにすき焼きの炊き方は大きく分けて2つございます。一つは関東式で割り下を使ってつゆだくでぐつぐつ煮込むやり方。2つ目は関西式で砂糖と醤油で焼く感じでするです。で三重県というところは関東関西の真ん中に位置しておりまして、文化の混ざり合った地域で、それがすき焼きによく表れていると私は思います。
有名なすき焼き屋さん、三重県内の有名なすき焼き屋さんはどこもみんな焼く感じでします。でもご家庭はどうかっていうと、最初からお肉お野菜全部鍋の中入れちゃってグツグツ炊いちゃいます。たまに「いや僕んちは焼くよ」っていうお家あるんですけれども、よく話聞いてみると最初の1枚2枚だけです。もうすぐ全部入れて炊いちゃいます。全部入れて炊いちゃわないとこの係になった人は食べれません。はい、お話ししている間に三つ葉が出来上がりました。当店は春菊よりも三つ葉の方が癖が少なくて美味しいと思いまして、三つ葉をお出ししております。こういう緑色のお野菜というのはすぐ火が通ります。でご家庭でグツグツ煮込むタイプのすき焼きをしてみえる場合、あっという間に火が通ってくたーっとしてシューンとしてしまって真っ黒になってもまだ食べないっていうことよくおありだと思うんですけれども、本日は今から召し上がっていただこうと思うものだけを入れて調理しておりますので、食べ頃のタイミングを測って召し上がっていただくことができます。ぜひ三つ葉のシャキシャキ感、三つ葉の香り、三つ葉の緑色、この3つをお楽しみください。三つ葉ってこんなに美味しかったんだっておっしゃる方よくお見えなんですよ。三つ葉って水門ぐらいにしか入れたことなかったわっていう方もよくお見えなんですけど、美味しいんですね。でね、私が思うにごちそうというのは味覚だけでなく五感全部使って楽しんでいただきたいっていうのが私の考えです。でこのシャキシャキ感、シャキシャキ、これは食感で、噛んでる音を耳でも聞きますので聴覚も関係します。でこの鼻から抜ける香り、これは嗅覚です。で最後鮮やかな緑色、これ視覚ですね。次はですね、これ私が考えたんですけど、すき焼きしゃぶしゃぶって言いまして、わざとちょっとだけ割り下をお湯目に入れまして泳がすんですね。しゃぶ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 。これも最初から全てのお肉お野菜入れてましたら、お肉の召し上がり方も1種類しか召し上がっていただくことができませんが、お肉の召し上がり方を変えて楽しんでいただくことができます。ちょっと赤みの残ってるぐらいがおすすめです。最後白滝です。鍋に残った美味しい肉汁を白滝に吸わせます。今ジャブジャブありますけど、これみんな吸い込みます。糸こんにゃくというのはこんにゃく芋を固めてこんにゃくを作る時に固めるために水酸化カルシウムという石灰を入れます。それが出てきちゃうとお肉も硬くしてしまうということなんですね。ですので最後にお入れします。でちょっと知識のおありの方はお肉から離してお入れになったりするんですね。でもこの焼く感じでしてる場合はいいんですが、グツグツつゆだくで炊いてたらいくら離してもあんまり意味はありませんね。はい、これだいぶ吸い込みましたね。で白滝もね、最近製造技術が発達してきて石灰が出てこないのもあるんですけれども、当店はこの近辺の昔ながらの製法のところから仕入れておりますので、湯がいても塩でもんでもやっぱり出てくるということで最後にお入れしております。お野菜は残ってても結構です。で白かった白滝が茶色滝になりました。これ笑うとこなんですね、みんな。で汁が吸い込んでやっぱりすき焼き焼くにこだわって最後も終了いたします。だいぶパチパチ言ってきましたけどね。すき焼きは牛肉の主役だけでなく、ネギでも玉ねぎでも三つ葉でもこの白滝でもスポットを当てて主役だけでなくみんなを美味しく召し上がっていただきたいと思っております。はい、しっかりせっかく水分飛ばしましたので、まずちょっと卵をつけずに召し上がっていただいて、お好みで卵をもう一度お付けになってください。
すき焼きの炊き方にこうじゃなきゃいけない、何が正しい、これがすき焼きなんだっていうのはないと思うんですね。すき焼きだけはお父さんっていうご家庭はたくさんありますし、お好きに楽しくとにかく召し上がっていただいたらそれが一番いいと思いますので、すき焼きは家族の数だけ炊き方あってもいいなと思っております。柿安ですので、一年中柿の箸置き、柿のデザートをお出ししております。羊羹の場合、器にちょっとこだわりました。萬古焼の清水水月先生に作っていただきました。で、普通ああいう芸術家の先生はせいぜい作って10個20個の世界なんですが、この店のために100個作っていただきました。萬古焼の土の色と柿の色がそんな離れていないということで、そのまま生かすということになりました。皆様にいつも自慢していいですかという感じでご紹介しておりますと、もらって持って帰っていいですかっていう方がお見えなんですけど、なわけないでしょっていつも言うんですけれどもね、私の自慢のデザートの柿の器でございます。この四日市の地域と一緒にコラボしたいなという思いも強く持っておりましたので、これからの時代本当に地域に密着して地域とともに発展していきたいなと思っております。